残り布が余っているので使ってしまいたいなと思いながら、10センチの布で布から作っていきたいと思います。このギリギリで10センチのたくさんの布から頑張って作ります。この10センチの布からたくさん使って、こうして24枚取ってください。ここ10センチの24枚取ってきました。ランダムに並べていきます。6枚で4段。縦の線を縫っていきます。それで横の線を縫って四角にします。中表に合わせて5ミリの縫い代で縫っていきます。6枚縫ってきましたので、これを4段縫ってください。これ全部4段縫ってきました。一番下はこっち側に交互に当てていきます。反対側に交互に倒していきます。重ならないように横の線を縫っていきます。こんな感じになっていきます。ここ2段3段と縫っていってください。全部縫ってきました。それでアイロンを当てます。負担のならないようにだけしといてください。これでこの枠をつけていきます。8センチ幅の枠を作ります。ここ8センチ幅でカットしてきましたので、ここを縫って、ここを縫って、ここも縫っていってください。四つなぎのができてきました。これだけでもいいんですが、これにあと一工夫して風車を作りたいと思います。7センチ平方のテンプレートを用意してもらって、このファイルから取ってきました。それでここ2センチと5センチ、2センチと5センチ、2センチと5センチで線を引いてもらって、この角をちょうどこれに合わせて
でずっとこうして描いていってください。ここ全部描いてきました。縫い代が足らない場合はここ2ミリずつぐらい小さくしてもいいです。最低5ミリの縫い代を取って切っていってください。感じで全部5ミリから7ミリの縫い代を取って切っていってください。ここ切ってきました。それでここ全部端を取ってしまってそれで真ん中の四角も取ってしまってこの四角全部取ってしまってこれで全部真ん中のこれをまた使います。並び替えてですこんな感じに風車にしていきます。ここをまた縫っていってトップを作ります。でこうして縫ってきました。こんな感じです。ここ縦の線を縫ってきました。こんな感じになります。こっちの縦の線を縫っていきます。6本縫います。この縦の線を全部縫ってきました。こんな感じです。それで次は横の線を縫っていきますが、その前にアイロンを当てます。並べるとこうなるので、風車の真ん中が交わらないように交互に倒していきます。で次の筋は反対側に倒していきます。次こちらは反対側のこっ側に倒していきます。アイロンを当ててきました。次は横の縫っていきます。風車の真ん中だけをきちっと揃えておいてください。逆になっているところをめくれないように注意しながら縫っていってください。こんな感じで縫ってきました。でここも全部この線を縫います。全部縫ってきました。こんな感じになりました。この裏ですが
もう負担がないようにここ割ることにします。最後だけ割って表からもします。次はキルト線を引きます。交わっているところを全部引いていきます。風車の真ん中を通ります。角から角にキルト線を引いてください。で、全部引いてきました。裏地とキルト芯を取ってきました。出来上がりより2センチずつ多く取っておいてください。その上にトップを置いて、でキルトしていきます。キルト線を引いた上をキルトしていきます。キルトしてきました。こんな感じです。枠を作ります。4.5 センチのバイアスを取っています。足らない場合はこういう感じで斜めにしてここまっすぐに縫ってこんな感じでついてください。裏側に7ミリの縫い代線をつけています。で、ここでつけていきます。中表に合わせて縫い代線同士合わせてずっと縫ってください。最初7ミリ折って端まで縫ったら1センチのバイアスにしたいので2センチダブらせて1センチずつになっていればいいので2センチのところに印を入れてここの2センチのところと端のところを合わせて1センチずつになります。ここからまた縫っていきます。ここの2センチのところと一番端をで、ここでまた2センチの印を入れてこの印を入れたところと角をまたここから縫っていきます。1センチのバイアスのするときは2センチずらします。
最後7ミリ重ねてで縫ってきました。1センチのバイアスにしたいので2センチに切り揃えます。これが2センチなので縫ったところから2センチ切り揃えてください。2センチに切り落としたら、この角を1センチずつ切り落としてください。この角が額縁になるように1センチずつこうなるので、後ろ側を2ミリほど多めに取って、こちらは1センチにしといてください。ここを額縁で縫っていけるので、少しだけこちらを多くしといてください。こんな感じで、こちらがこんな感じで1センチで、こちらがちょっと1センチよりちょっと多めにしといてください。落としキルトみたいにしていきますので、こんな感じで全部やってください。最初と最後に7ミリ重ねたところを閉じてきました。それでバイアスのこの縫った際を縫っていきます。こんな感じでずるっと一周してきてください。バイアスの周りを全部縫ってきました。こんな感じで後ろ側もここ1ミリから2ミリ中に縫っています。それでこれで仕上げなんですが、もうちょっと可愛くしたいと思うので、こんな100均でこのリボンが売っていたので、これを風車の真ん中につけたいと思います。そしたら可愛くなるかなって思います。で、この風車の真ん中にずっと全部つけていってください。こんな感じになります。このリボンを全部つけてきました。これで完成です。小さなタペストリーなんですが、お部屋を飾ってもらって可愛くしてください。長い間見ていただいてありがとうございました。よかったらまた作ってみてください。